はい、皆さんこんにちは。AI VTuber にゃんたです。本日は自作 AI を運用していた結果について話していきたいと思います。以前の動画で日本株を予測する AI を開発して1500万円を投資したという話をしました。で、1月も終わりましてキリが良いので結果をまとめていこうと思います。で、損益に関してはすでにタイトルにあるように税引き後で、だいたい48万円のプラスでした。で、まだ運用開始してから2週間ちょっとしか経ってないので、AI が本当に予測できているのか、もしくはただ運が良かったのかということについては、まだ判断ができないかなと思います。ただ一応プラスで終えられたのは個人的には結構嬉しく思ってます。で、今回は損益の話だけではあまり聞いていても意味ないかなと思いますので、運用してみて分かったことについても紹介して、これから機械学習を使って運用していきたいなというふうに思っている人に対して、何か届けられたらいいなというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。はい、運用を開始してから1月末までの日ごとの損益はこちらになります。で、この棒グラフが日ごとの損益を表していて、この折れ線グラフが累計を表しています。で、1月16日に始めてから、日ごとに、そこそこ安定して勝ててたんですけども、1月30、31というところでちょっと大きく負けてしまって、結構凹んでたんですけども、なんとかですね、1月プラスで終えることができました。で、日本株は利益に対して税金が 20% かかります。で、株やったことない人にとっては、税金がかかるって聞くと、確定申告とかあってめんどくさそうだなっていうふうに思うかもしれないんですけども、株の場合はですね、口座を開設するときに特定口座というふうに言って、利益が出たら自動で 20% 源泉徴収される口座を選ぶことができるので、あまり税金のことは考えなくても良いです。1月ですね、48万円プラスということだったんですけれども、先ほど言ったようにですね、まだですね、運が良かったのかなっていうところも、あるので、もう少し運用してみて確認していこうかなと思っています。はい、続いてですね、運用開始して初めて分かったことについて共有していきたいと思います。で、まずですね、データの取得なんですけども、私、立花証券 E 視点というところの API を使っていました。で、当日の朝に前日のデータを取得して予測モデルを作っていこうと思ってたんですけども、この API のサービスの開始時間が朝の8時半からということでした。なので、30分でデータを取得して、AI のモデルに入れて予測して、そして注文しなきゃいけないというところで、最初は結構ですね、発注の実装にバグがあったりして、結構時間がカツカツになっていました。で、対策としては、前日のうちに引け後すぐに、その日のデータを取得して保存しておくと。そうすることによって、次の日の朝にですね、データを取得する必要がなくなるというふうにしました。で、API のサービス時間帯は、今後ですね、変わるかもしれないんですけども、これからシステムを組む予定の方は気をつけてもらえればと思います。また、Yahoo Finance の API を使って、海外のですね、指数データを取得してるんですけれども、こちらに関しては朝7時の時点で、私が使用している指数に関しては取得することができました。他に海外の指数データをですね、無料で取得できるようなところ知らないんですけれども、Yahoo Finance に関しては結構おすすめだなというふうに思います。はい、最後にですね、新しく学んだことということで、買った銘柄がですね、ストップ安に、なりましたというところで、この2127の M&A 日本センターという株をですね、この日に、買いました。で、この日に寄りで買って、その日のうちにですね、ストップ安に張り付いてしまって、そのまま強制持ち越しということだったんですけども、私ですね、楽天の1日信用というものを使っていました。で、1日信用はですね、その日のうちに決済しないといけないんですけども、もし持ち越した場合は、このサイトを見る限りですね、約1万円の手数料が取られてしまいますというところで、終わったわというふうに思ったんですけども、なんか現物に変えられなかったかなというところで、調べてたんですけども、現引き注文というのを行えば、信用取引で買った株を現物の株に変えることができるというところを知ってですね、なんとか高い手数料を払うのを、回避することができました。注意点としては、引け後30分の間に、つまり15時30分までに、この現引き注文というのを行わないといけないので、デイトレをやっている場合は、15時以降に本当に全て決済できているかなっていうのは、一度確認した方がいいなというふうに、思いました。同じような目に、会いたくはないと思うんですけども、買いポジの、1日信用で強制持ち越しになってしまった場合などは、
この現引き注文をすると良いのかなというふうに思います。以上で自作 AI の運用結果の報告を終わりたいと思います。2月もですね、現在と同じ AI のモデルを運用してみたいと思っています。でただですね、運用していて、話すことがなかったりとか、あまり動画の、反響が良くない場合は更新しないかもしれません。この動画がですね、良かったというふうに思う人は、高評価やコメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。